皆さんこんにちは。堀場カスタマーサポートセンターの青木です。徳田です。本日は pH 計に次いで測定されているお客様が多い導電率計のメンテナンス方法についてご紹介します。導電率計に関しても測定されている方が多く、カスタマーサポートセンターのお問い合わせも多いですよね。はい、導電率計の場合、測定値が高めに出たり応答が遅くなったりすることがあります。その場合、電極の汚れが原因であることが多いので、サンプルに合った洗浄方法をいくつかご案内します。まず、導電率電極のメンテナンスのポイントは浸積洗浄です。pH 電極の場合、こういったスポンジを使ったこすり洗いができたと思うんですけども、導電率電極の場合はこういうスポンジは使ってもいいんでしょうか？はい、導電率電極の場合、こすり洗いはしないようにお願いします。こすり洗いをしてしまいますと、測定に必要な白金国が取れてしまい、電極が使えなくなってしまう可能性があります。白金国とはこの電極先端にあります黒いところですよね。そうです。この部分を直接触らないことと、測定時にはこの白金国をすべて浸積させることが重要です。洗浄の場合もこの黒い黒板が全て浸かるように浸積する必要があるということですね。では超音波洗浄などは使用してもいいんでしょうか？はい、超音波洗浄を使用されますと、白金国が剥がれてしまう原因になりますので、超音波洗浄は使用しないでください。では導電率電極の場合はどういった洗浄液が使用できるのでしょうか？はい、身近なものの場合、中性洗剤を100倍程度に希釈したものを洗浄液としてご使用ください。汚れの程度にもよりますが、30分程度浸積して洗浄いただくことがおすすめです。もし中性洗剤では落ちないような油分のような汚れが付着している場合、エタノールでの洗浄をおすすめしております。エタノールの濃度は 70% 程度のものをご使用ください。では金属のような無機系のサンプルの場合はどういった洗浄方法が有効でしょうか？はい、無機系のサンプルの場合は1モルパーリッターの塩酸や 5% の硝酸をご使用いただけます。中性洗剤と同じように30分程度浸積させて洗浄してください。洗浄後はよく水洗いをしてからすぐに使用できるんでしょうか？はい、水洗いをしていただいた後は30分程度純水に浸積させてからご使用ください。また水洗いの際もこのようにビーカーに水を汲んでいただいて、その中でゆすぎ洗いをしていただくと洗浄していただきやすいです。水の中に浸積することで電極の水への馴染みを良くするということですね。はい、その後標準液で値の確認を行っていただき、問題がなければそのままご使用いただけます。導電率の標準液はこちらの塩化カリウムの標準液ですよね。はい、堀場でもこちらにあります84マイクロ、1413マイクロ、12.88 ミリ、111.8 ミリジーメンスパーセンチメートルの標準液をご用意しております。お客様のサンプルに近い値の標準液で構成を実施いただければと思います。では標準液を測定してズレがあった場合はどうしたらいいんでしょうか？はい、標準液を測定していただき、ズレが 5% 以上あった場合はセル浄数の構成を行ってください。セル浄数というのはこの電極の持ち手に記載されている数字のことですよね。はい、導電率電極には電極固有のセル浄数が記載されています。長期間使用していると汚れや劣化によりこのセル浄数がずれてしまうことがあります。セル浄数がずれてしまうと測定値もずれてしまう原因になります。なるほど。実際に標準液を測定することでセル浄数にズレがないかを確認するということですね。はい、そうです。この時できれば正確に測定するために高温水槽で標準液の温度を一定にした状態で測定を行ってください。
ここでズレが出なかった場合は構成をしなくていいということですよね。では構成の頻度はどれくらいが適切でしょうか？はい、目安としては3ヶ月に1回程度構成を行っていただくことをお勧めしています。構成ができなくなった場合は電極を交換してください。では導電率電極の保管はどのようにするのでしょうか？はい、導電率電極の場合、乾燥が大敵ですので純水に浸積して保管してください。以前 pH 電極の場合はキャップにたくさんの水を入れないように保管していたと思うんですけれども、導電率電極の場合はたくさん水を入れても大丈夫ですか？はい、導電率電極の場合はキャップに純水を入れて純水中に浸積して保管していただいて大丈夫です。こちらの3551の 10D のようにキャップがないものに関してはどのように保管したらいいでしょうか？はい、こちらの電極はこのようにビーカーに浸積して保管をしていただくか、こちらの電極、このエンジン管にすっぽり収まりますので、このパラフィルムなどで留めて保管をしてください。こういった保管だと場所を取らなくていいですね。はい、導電率電極も pH 電極と同様に適切なメンテナンスや保管をしていただくことで長くご使用いただけます。徳田さん、ありがとうございました。今後もこのようなお役立ち動画をどんどんお届けしていきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。